皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。皆さんは歴史に詳しいですか？特に日本史なんかは。私はからっきしダメでして、授業なんかはただ暗記してテストの点を取っていた程度なんです。しかし、日本人だったらこれくらい知ってて当然だよねみたいな風潮があるじゃないですか。私、興味のあるものですらなかなか覚えられないのですが、興味のないものなんて全く頭に入りません。本作品で歴史上の人物が出てくるのですが、私この人のこと全然わからないので、調べながら感想を言っていこうと思います。そんな、歴史の知識もちょこっと必要かもしれない作品。リアリスト魔王による聖域なき異世界改革です。現実主義勇者のレビューでちらっと名前が出た作品です。作者は、畑亮介様です。なんというか、なんとも言えない感じです。面白いか面白くないかで言えば、面白くはなかったかな、と思いました。私には面白い部分を見つけることができなかったので、あらすじを言って、詳しい感想を述べようと思います。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。ではリアリスト魔王のあらすじはこちらです。72人いる魔王の中の一人として異世界転生をした主人公、アシタロと、異世界転生したといっても、知識はあるようですが、生前の記憶はほぼない状態です。アシタロトを召喚した女神に、魔王のトップ、大魔王になってほしいと頼まれたので行動を開始します。という流れになります。手始めに、一番手近にいる魔王、サブナクを倒すことになりました。3行で説明すると、サブナクが留守の間に魔王城へ侵攻し、金品を強奪。そのことにガチギレし、派兵した軍隊は大きな落とし穴に落ちて壊滅。アシタロトと戦って敗北。という流れでした。一つ知識として、魔王はそれぞれ、コア、と呼ばれる心臓の分身があります。それは魔王城の中にあるようなんです。だから、魔王城への侵攻に成功したんだったら、金品を奪う以前にコアを破壊しに行けばよかったんじゃないかしら。誰も言及しなかったから、どうしてコアを破壊しなかったのかが不明なんです。一言でもいいから、コアの周りは厳重すぎて攻撃できない、と言っていれば納得できたんです。現実主義者だったら、真っ先にコアを破壊しに行くと思うんですよ。魔王城へ侵攻完了したら、金品なんて、その後にいくらでも奪っていけるんですから。こういう気になる部分はありましたが、別に見どころとかはなかった、ような気がします。予定調和、って感じです。なんて言ったって現実主義者ですからね。予想外のことなんて起きるわけがないんです。理路整然とただただ淡々と実行可能なことを行っていっているだけですからね。良くも悪くも平坦な物語です。理想やロマン、冒険や挑戦といったドキドキワクワクさせるようなことは絶対にありえないんです。だってこれ現実主義の魔王だから。ですからどれだけ周りが盛り上げてくれるかっていうのが一番重要になってくるわけですよ。しかし周りは主人公の指示に従っているだけですので、主人公自体が面白くなければ周りも面白くないわけです。1巻までしか読んでいないので、主人公を取り巻く環境がまだまだシンプルだから面白くないのかもしれません。これがもっと話が進んでいき、主人公以外の71人の魔王たちがどんどん現れ、複雑に絡み合っていけば、もっと面白くなる可能性はありますよね。あるのかしら？あることを願います。そして、これを読んでてずーっとなんか既視感があるなぁと思っていたんです。ようやく思い出したんですが、この書き方というか展開が、天野狭間さんが書くような印象なんですよ。誰それという方はぜひ、勇者に滅ぼされるだけの簡単なお仕事です。をご覧になってみてください。結構以前に読んだので間違いかもしれませんが、淡々と物語が進む、主人公の独特な名前、クールさというか、喜怒哀楽が表に出ない感じ。結構似ているような気がしました。
まさかパクリなわけではないでしょうけれど、同じ作者の作品かなというもやっと感が拭えません。どちらが先に物語を書き始めたのかが不明なので、どちらが作風を寄せたのかなんてわかりませんけれど、たまたま一緒な可能性もありますし、あまり言わないようにしておきましょう。さてお次は、ドリフターズではなく、漂流物について。異世界から稀に落ちてくるアイテムのことです。このアイテムを魔物を召喚できる製造機に突っ込むことで、漂流者を召喚できます。もうドリフターズじゃん。それで召喚されたのが、土方歳三です。日本史を全然知らないので、この方は詳しくないのですが、新選組の方ですか？この人は死に場所をずーっと求めている人なんですか？そして、人斬り歳三なんて呼ばれるくらい人をバッサバッサと切り伏せてた怖い人なんですか？人斬り歳三と検索しても全くヒットしませんでしたが、人斬り伊蔵という方はいらっしゃったみたいですけれどね。それに、ついでに調べていると、土方さんは人を切ったという史実はないらしいですよ。全くの事実無根ですね。ひどい扱われようです。これは土方ですら切り捨てるレベルの侮辱。歴史上の人物を出すのってなかなか難しいと思うんです。架空の人物をゼロから作るのとは違い、その人の成り立ちが全部決められているんですから、自分好みに改変できないんです。かなり昔の人物で資料がほとんどないのなら多少想像して書くのはしょうがないと思いますが、土方歳三は結構最近の人物だし有名人ですから、資料はたくさんありますよね。その人物の資料をことごとく調べ、読み漁り、理解しないといけない。相当時間のかかる作業ですよ。しかも、主人公がシャレが効いていることを言ったら、まるで近藤さんのようだ。って言ったんです。つまり、さらに近藤勇についても詳しく調べないといけないはずですよね。この作者はその作業をしっかりしたんでしょうか？まあ、よく調べていたら、重量で押し切るような両手剣を刀身で防ぐような描写はしないでしょうけれどね。今後もドリフターズが出てくるのですが、しっかり調べ尽くした上で人物を描いているのか怪しくなります。一巻の最後の最後に、ジャンヌ・ダルクがちらりと出てくるんです。独り言で自分の自己紹介をする時のセリフが、私は聖女ジャンヌ・ダルクと言うんですよ。誰一人いない空間でいきなり自己紹介を始めるやべえやつという問題もあるのですが、この際置いておきまして、自分で自分のことを聖女なんて言うんでしょうか？聖女とは周りが崇めるために言い出したことであって、社長や会長みたいな役職じゃないんですよ。こんな鼻にかけるような性格なんですか？ジャンヌって。それに、最後って祖国に裏切られるような形で拷問され、家系で灰になるまで焼き尽くされたんですよね。漫画では非常に穏やかな性格でしたが、本当にそうなのでしょうか？なんか納得できない存在なんですよ。リアリスト魔王よりもその周りの人たちが気になる作品でした。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。